はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。本日も質問系のマシュマロが3つほど来ておりましたので、お便り返していくコーナーにしたいと思います。それでは1個目からいきましょう。いつも楽しく配信見させてもらってます DVD についてメッセージします。VC パーティーでキラーにも公平になるように、VC パーティーを盗み聞きできるようになったらキラーさんも納得できそうじゃないですか。VC パーティーにはキラーからの声は聞こえず、VC パーティーだけ声だけ聞けるようになったら面白いかも。キラーは VC パーティーの声を聞くか聞かないかはオンオフができて、聞きたくなければ切っておけばいいし、盗み聞きして外国語なら切ればいい的な感じで、VC パーティー側にももしかしたら聞かれてるかもしれないっていう恐怖も感じられ、よりホラー感が増したりして楽しそうだなと思いました。聞かれてることでキラーに向かって文句や誹謗中傷をぶつけるそばには、録音とか、通報システムを導入するとか、実現したら大変になりそうですけど、そんなことを思いながらいつも楽しく DVD をプレイしています。なるほど。なんか、これVC 聞こえるのって、そうそう、13金ってそんな感じじゃなかったっけっていう気がするんですけど、まあなんか、聞こえてもいいことないなーって思いますけどね。ありかなしかで言ったら、まあ、ありだと思うけど、カスタムのみとかでいいんじゃないか。カスタムオンリーとかだったら、なんか、そんな揉めることもなく、面白くできそう。そもそもゲーム内でそんなの実装したところで、ゲーム内 VC 使わないだろうし、音質悪いからみんな。ディスコードで VC するしね。まあ、現実問題難しいだろうけど、やるならカスタムマッチだったらまだ面白そう。で、なんか、たとえ実装されてみんなが使うようになったとして、なんかまともな使い方されるイメージが全然湧かないかな、俺は。あえて聞こえてるんだったら、嘘の報告だけしといて混乱させるとか、もう、キラーが聞くに耐えないみたいな暴言が飛び交うのはもう目に見えてるし、まあ、対戦ゲーで対戦相手の声が対戦中に聞こえるっていうのは、あんまり好ましいことではないんじゃないかなって思いますね。まあ、対戦ゲーじゃないと考えるんだったらありだと思うから、そういう意味で、カスタムでだけ使えますっていう機能だったら、まあ、ありなんじゃないかなという気がしますけど。はい。まあ、そういう世界線もちょっと見てはみたいけどね。なんかゲーム内 VC しかできなくて、ゲーム内の距離が8メートル以内とかに近づかないとサバイバー同士喋れないみたいな。それがカスタムだけであるとすごい面白そうなゲーム性だなと思いますけどね。はい。じゃあ次行きましょう。これ質問というか、こういう風に思ってますみたいな感じだったな。NEXT。血族依存症です。無駄な行動を減らせる点と、キラーがどの方向に行ったか分かる点、便利すぎるので手放せなくなってしまいました。パーク構成の幅が狭まってしまうし、このままでは上達しない気がするので卒業したいです。キラーの行動が推測できるようになったらいいんだろうけど、そんなこと私には難易度が高いです。どうしたらいいんでしょう。なんかこれ系の質問よくあるよね。血族外せませんとか、オポチュニティ外せませんとか、ウバ外せませんとか、オフレコ外せませんとか。これね、聞かれるたびに僕は思うんですけど、外す必要あるって思うんだよね。なんか、外した結果、つけたいパークがあるんだったら、まあ、外してみればいいよねって話だと思うんですけど、別に血族が使いやすくて血族が強いことは分かってるんだったら、わざわざ外す必要はないんじゃないかって思います。で、まあ、その上で、なんかもっと他の構成がやりたい、この構成の幅が狭まってしまうしとか、って思うんだったら、どうやったら卒業できますかってよく聞かれるんだけど、外すだけです、ただ。今、あなたが装備しているそのパークを外すだけ。それで卒業です。お疲れ様でした。って感じなんで、とりあえず外して試合行ったらいいんじゃないかと思います。外せないと思ってるだけだから。別に外したってなんとかなるよ。サバイバーのゲームバランスはね、正直ノーパークでもなんとかなるときはなんとかなるバランスもしてるし、別に外したかったら外そう。外せなくて別に他につけたいパークがないんだったら、わざわざ外す必要もないと思いますって感じかな。で、キラーの行動が推測できるようになるにはどうするといいかというと、まあ、手っ取り早いのはやっぱキラープレイするなんだけど、ゼロから自分がキラープレイしてキラーの思考がわかるようになるまでやり込むのって結構ハードルが高いので、まあ、キラー配信見るのが早いんじゃないかなと思いますね。キラーの動画とか。で、ただぼーっと見るんじゃなくて、この人今なんでこういう行動したんだろうって考えながら見ると、だんだんキラーの思考も分かってくるし、自分だったら今こうするんだけどなって思いながら見ると、まあそういうキラーが今何考えて次何しようとしてるかっていうのが予想しやすくなるかなと思いますね。で、散々キラーやってると、サバイバーやってる時もずっと
両者視点というか、全体俯瞰で考えてるから、今こうなってこういう状況で次こうなると釣り数が足りなくて間に合わないからキラーはこの人を落としたいだろうなみたいなイメージがついて、ずっと全体のことを考えながら試合できるようになるので、サバイバーやってても一番手っ取り早いのはキラープレイすることかなって思うんですかね。でなくても血族なんてキラーの行動を予測するのにすごくいいパークなんで、釣られた後のオーラ見てキラーがどっちに向かってるか毎回見てるわけじゃないですか。それを元になんでキラーはそっちに向かったのかなって予想して考えるのがすごい大事ですね。ただぼーっとオーラ見てあっち行ったわーって思ってても、なんでそっち行ったか考えてないから、キラーが何したいか推測なんてできないよねって考えたことないんだもん。まずは今キラーがこういう動きしてるんだけど、なんでこうしてんのかなって考えるのが大事ですね。毎回慣れてくるとそれが癖になるんで、次多分こう動くだろうからこうやったら嫌だろうなってサバ目線で分かるようになるから、キラーがやられたくない動きを取れる嫌なサバイバーになれます。そんな感じかな。それでは次行きましょう。これクソ長かったんだよな。チラッと見たんだけど、めっちゃ長いと思うんでみんな覚悟して聞いてじゃあ行きます。質問です。 DVD に限った話ではないですが、ゲームが上手いという行為について努力が必要だと思いますか？ DVD で例えると、動画を見て勉強したり何度も練習を重ねてランク1に達成した、キラーで全滅を取れるようになったなどは努力していると言えると思います。ただ何も考えず遊んで勝手にある程度上手くなるのがゲームだと自分は思っています。なので特に上手くなりたいとか考えず、好きな時にやりたい時にゲームをプレイし、赤帯に上がったなどは努力に入らないと自分は思っています。理由は発電機の塊やチェイスポジションなど何も考えず遊び、勝手に上がったランクを努力とは自分は思えないからです。今の DVD はお米が減らない環境なども理由の一つです。よくゲームが上手いのだって努力したんだという発言をしている方がいますが、全員が全員努力しているわけではないと思います。プロや勉強などをして上手くなった方は努力していると思います。自分は DVD を4年以上遊び、総プレイ時間は3000時間超えていますが、生存者に限ってはほとんど勝手に遊んで上手くなりましたし、対策動画などもほとんど見ていませんが、ランク1をずっと維持し続けてきたこともありました。しかしその背景を見たとき、勉強などと比べ自分は努力して生存者が上手くなったとは思えないです。実際上手くなるために動画を見て対策を学ぶなど、努力した記憶がほとんどないです。対策動画を見ていたとしても、それは暇な時であり、上手くなりたいから動画を見て勉強したとかではないのも理由にあります。キラーはステイン隠しなどを動画で学び、上手くなる努力をしたので、ある程度努力したと思っています。改めて、ザワシさんはゲームが上手くなるということについて努力は必要だと思いますか？またどうしてそう思うのでしょうか？自分が特に何も考えずずっと遊び、生存者のランク1を維持していたことも努力に入るのでしょうか？別の例ですが、ABEX のランクなどは勝ち負けがあり、努力しなければランクは上がらないので、ダイヤに上がった、マスターに行けたなどは努力に入ると思います。よくゲームだって努力が必要という言葉を聞きますが、自分は一概にそう思えないので気になり質問させていただきました。よろしくお願いします。長い長いわね。まず中身に触れる前にもうちょっと文章区切ろうぜ。この一文、当点ないじゃん。句点だけでどこまであんねん。もうちょっと文章区切りましょう。っていう、あれなんですが。聞きたいことをまとめると、ここか。ゲームだって上手くなるのには努力が必要だみたいなことを言う人がいて、それがほんまかって気になったと。で、自分は楽しんでやってるのは別に努力だと思ってないし、必ずしも努力が必要なわけではないんじゃないかと思っていると。で、それについて僕がどう思いますかって話だよね。そうだな。一個ずつ答えていくと、努力が必要だと思いますかは別に思いませんかな。で、どうしてそう思いますかについてでいくと、努力の定義をまずちょっと辞書で引くべきなのではって思うんで、努力とはで調べてみる。努力。意味。目標の実現のため心身を労して努めること、骨を折ること。あることを成し遂げるために休んだり怠けたりすることなく努め励むこと、またそれに用いる力だそうですね。というわけで、目標とかやりたいこととかこうなりたいがあって、じゃあそれに向けてこれを頑張ろうあれを頑張ろうって決めて何かしらをやることは、一般的に努力の言葉の定義でいくと努力と呼ぶんだけど、別にみんながみんなこのゲームでどうなりたいって
目標があって、それに向かって何かをやっているわけではないから、それでも、なんとなくでもプレイしてれば知識量は増えていくし、DVD に関しては知識量が増えれば、一般的には上手くなると言っていいと思うので、別に上手くなることと上手くなることに対して絶対努力が必要だと言われると、自象的な意味では努力はなくても別にある程度は上手くなるんじゃないかなって思います。ただ、ちゃんと目標を置いて、それに対して今自分が何が足りてなくて、じゃあこれをこうやって練習しようって考えて努力してる人の方が上達スピードは圧倒的に速いと思いますって感じかな。なんでさっき APEX の話とか出てたけど、 APEX はなんかみんなが努力してるように感じるっていうのは、それはランクの話をさっきしてたから、APEX のランクは明確にみんなが目指してるものがあって、それに対して自分が今足りないことがあって、だからこれを練習しようってみんな考えてやってるから努力してるように感じるってことだよね。で、この特に何も考えず遊びランク1を維持したことも努力に入るのでしょうか。別に維持しようと思ってやってたんだったら努力に入るんじゃないですか。でも別に何も考えてないんだったら努力には入らないんじゃないですかと。でも別に努力してないから悪いとかそういうわけでもないし、好きこそものの上手なれって言葉をよく言いますけど、めちゃくちゃ頑張ってこうなろう上手くなろうって思ってる人よりも、面白い、これもっと上手くなるのにはこうした方が面白い、うわ練習したら上手くなった、面白いって思いながらやってる人の方が上達早いみたいなのはよくある話なんで、必ずしも努力が必要なわけでもないんじゃないって思う。そんな感じかな。自分から見て努力に思えるかどうかと、人から見てそう思えるかどうか違うからね。コメントでもらったけど、なんか別に好きでやってるから努力だと思ってないって言ってる人も他から見たらめっちゃ頑張ってるじゃんみたいなさ言われるし、例えば僕も動画投稿もう6年7年ぐらいやってるんで、ほぼ毎日動画か配信出してるから、このチャンネルの動画数ってもう2500から3000本ぐらいあると思うんですけど、それを僕が努力してるかって言われると別に努力してると思ってないし、なんか当たり前にやってるみたいな感じなので、好きだからやってるし、配信も好きだからやってるし、編集して動画出してみんなに反応してもらうのも好きだからやってるし、めちゃくちゃ嫌なことを頑張って努力してますってわけではないから、その辺は努力という言葉の意味と本人のその受け取り方次第じゃないかなと思いますかね。はい。というわけでちょっと長めのマシュマロが3つ目にありましたが、引き続き3つ4つ溜まってまとめて返せるぐらいになったら、こんな感じでラジオ系の動画また作っていこうと思いますので、概要欄にマシュマロ貼っとくんでね、そこでもいいし、僕のコンタクト用のメアドも貼っとくんで、メールでもいいし、何かあればぜひ質問等々相談でもいいしね、投げてみてください。じゃあ今日の動画はここまで。また次回お会いいたしましょう。またねー。